皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート4です。17歳の決断、木原龍一との運命の出会い。パート1では、陸ちゃんが小学生の頃からペアの世界に惹かれていたことを、パート2では中学時代にシングルからペアへ本格転向し、海外へ出る覚悟まで決めたことを、そしてパート3では、市橋選手との時代を通して、陸ちゃんが世界を知り、悔しさも知り、ペア選手としての土台を積み上げていたことを見てきました。今回はいよいよ、その先に待っていた運命の出会い、木原龍一選手との物語です。ただ、りくりゅう誕生は最初から一直線に決まった話ではありませんでした。ですが、すべての始まりになった雷が落ちた日があります。2019年初夏、引退寸前だった木原選手と17歳の三浦璃来選手が初めて本格的に手を合わせた日です。今回の見どころは、木原選手がなぜ引退寸前まで追い込まれていたのか、ブルーノ氏の龍一、もう一度靴を履いてくれで何が起きたのか、初めてなのになぜそこまであったのか、運命の出会いを見ていきます。それでは、ゆったりほっこりとご覧ください。第1章、すべてが動いた2019年初夏、ブルーノ氏のお試しと運命の一言。2010年代後半、日本スケート連盟ではペアとアイスダンスの新たなコンビを発掘するためのトライアルが毎年のように行われていました。その手伝いを木原龍一選手は頼まれていました。当時、三浦璃来選手は17歳、木原選手は26歳。年齢差は9つです。しかも、この時は最初から三浦選手と木原選手を正式ペアとして組ませるための場だったわけではありませんでした。木原選手はペア男子が足りないため、お手伝いのような形で呼ばれていた。ペア初心者の選手たちを数日間にわたってサポートする役目でした。しかも、謝礼が出るわけでもありませんでした。ただ、この場面には、もう一つ、絶対に外せない背景があります。当時の木原選手は、度重なる怪我やパートナー解消が続いたこともあり、スケートをやめて、就職することまで考えていた時期でした。練習中の負傷で、脳震盪と診断され、肩の痛みも限界に達していた。アルバイトをしながら、競技を続けるかどうか、本気で悩んでいたんです。つまり、このお試しは、木原選手にとって、競技人生の本当に際どいところで、行われた時間でもあったのです。野球好きで、中日ファンでもある木原選手は、当時の連盟強化部長で、ペア発掘を担当していた小林よし子さんに、冗談とも、本気ともつかない一言まで残しています。野球の独立リーグ、受けようかなと思います。それは、競技人生の終わりさえ感じさせる、重い一言でもありました。そのトライアル会場では、ジュニアのペアだった、三浦璃来、市橋ペアの合宿も行われていました。ただ、その頃の二人の関係は、決して順調ではありませんでした。連盟が招いたペアコーチ、ブルーノ・マルコット氏を交えて、深刻な話し合いが行われていました。そのすぐそばで、木原選手は、スケート靴を脱いで片付けに入り、出入り口へ向かっていました。自動ドアに、まさに足をかけようとした、その瞬間です。ここで、ブルーノ・マルコットコーチが、木原選手に強く言いました。龍一、もう一度靴を履いてくれ。ブルーノコーチは、三浦選手と木原選手に、ちょっと組んでみて、と促します。その一言で、空気が変わりました。三浦選手も、スケート靴を履き、木原選手と共に、リンクへ戻ります。そして、後ろ向きに両足を交差させながら滑る、バッククロスから、木原選手が三浦選手を持ち上げ、空中へ投げ上げる、ツイストリフトを行いました。その光景を、リンク脇で見ていた小林強化部長は、あまりの高さに驚きました。そして、こう感じたと言います。
あの瞬間、これはいけると思った。この一言が大きかった。ブルーのコーチは、二人のスケーティングが驚くほど合っていることを見抜いていたのです。偶然のお試しで終わるはずだった時間は、この瞬間、ただの試しではなくなりました。まさに、雷が落ちたような瞬間だったのだと思います。第2章、初めてなのになぜこんなに合うのか。そして、その雷はただの直感では終わりませんでした。リンクの上で誰もが息を飲むことが起きます。初めて組んだのに動きが合う。タイミングが合う。ツイストの高さも予想以上に出る。まるで前から組んでいたかのような感触があったんです。木原選手は、後に、最初に滑った瞬間から絶対にうまくいくと確信した、と語っています。さらに、その時の感触についても、後になって、あの感触は、本当にびっくりして、これならひょっとしたらって思った、と振り返っています。それほど、最初の1回が、鮮烈だったんです。ペア競技では、技術だけではどうにもならない部分があります。タイミング、感覚、怖さの共有、相手への信頼。その難しい条件が、最初の段階でかなり高いレベルで噛み合った。ここに、陸流誕生の革新の一つがあります。しかも、この時の木原選手は、競技を終えることまで考えていた。そんな選手の気持ちを、もう一度リンクへ引き戻したのが、三浦璃来選手との相性でした。この意味は、とても大きいです。大きな出会いほど、後から振り返ると、そこへ向かう流れが、すでにできていたようにも見えるものです。ですが、この日だけでは、まだ、陸流は始まっていません。次回は、その雷が落ちた日の後、なぜすぐには決まらなかったのか。陸ちゃんの迷い、木原選手の遠慮、そして、周囲の後押しを経て、二人が正式なトライアウトから、ペア結成へ進んでいく流れを見ていきます。陸流誕生のもう半分の革新です。ぜひ次回もご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったらメンバーになるから、気軽に覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。